鏡を信用しない方がいいですね。私も鏡嫌いなんですよ。鏡をじっと見ていいこと全然ないですから。こんにちは、おきゃんママこと加藤ひとみです。今日はですね、お悩みあるあるをやりたいと思います。私たち生活していく上でいろいろと気になることとかも出てくるというか、例えばですね、電車の窓、これに映った顔に驚愕しました、驚きました、老けててびっくりみたいな、そんなね悩みもありますので、もちろん私も経験済みですので、ちょっと今日はそんな話をしていきたいと思います。すごくおしゃれをして出かけて、髪のねヘアセットもしてメイクもバッチリ決めて、さあと思って出かけて、そして電車に乗って、その時にガラスにね映った時の顔にびっくりしたと、そういう話もあります。悩んでる、それがすごく辛いと。その時に鏡に映る顔というのはね、だいたいこのゴルゴのラインがくっきり出るんですよね。あとほうれい線部分が黒く沈んで見えたりとか。ただですね、あれは本当のゴルゴ線やほうれい線ではありません。これは断言しています。私も電車に乗ってそういう風になります。で、電車の照明ってね、肌をきれいに見せるための照明とか全然ないので、いろんな方向から変な方向から光が当たってる状態なので、その照明の影響で変な影ができるんですね。ですので、そこに映ってる自分の顔を見てびっくりすることはないです。それで自信をなくすことも全然ないです。せっかくきれいにして出かけてるんですから、もう自信を持ってください。ですので、そういうガラス系に映った自分の顔が本当の自分の顔と思わない方がいいですね。というか違います。断言します。ですので、そこでまず自分の気持ちがポンと落ちることはないように、もうそれ全然一切違いますから、その顔はあなたの本当の顔ではないですし、人から見てゴルゴ線がグッと入ってたり、ほうれい線がグッと入ってたり、目の下がたるんで見えたりということもないです。自信を持って出かけましょう。セミナーをしてる時に悩みで聞いたことがあったんですけども、左側のほうれい線だけ深いんですって。30代前半ぐらいの方だと思うんですよね。で、実際お顔を拝見すると、その左だけほうれい線が濃いとかっていうこともないし、全然その左右差があるわけでもないし、ほうれい線自体も深いものではないんですね。でもその方が言うには、いや私は左側ばっかりほうれい線が濃いんですっておっしゃるんですね。化粧する時に気づくんですって。いつも洗面台で私は化粧をしてますとか、肌の手入れをしてますとおっしゃってたんでね。で、その洗面台がこの辺にライトがあるんですって。だからその影響だったんです。実はこっからライトが当たれば、ここがくぼんで見えて当然ですよね。でもご自身としてはそのライトの位置なんか、その時ね意識されてなかったんですよね。普通は意識しないですよね、どこにライトがあるとか。鏡に映った自分の顔だけを見てはっって思うわけですよね。そういうことがね結構あるんですよ、鏡って。皆さんご自宅に鏡置いてあると思うんですね。お化粧する時のね、座ってドレッサーとかねあると思うんですけど、一度ね電気の位置、照明の位置を確認してみてください。それによって自分の顔って変わってるんですよ。だいたいその鏡ってそういう移動することがあんまりないので、いつもこっちの方だけたるんで見えるとかね。でもそれは照明の関係ということが非常に大きいので、鏡で自分の顔を判断することはやめてくださいね。以前セミナーでですねやってたんですけども、まず2人ペアになっていただいて、1人の人が鏡で自分の顔を見るっていうね。で、その鏡の顔をそのもう一人のペアの人が一緒に後ろから見るっていうのをやったんですよ。要はその人が鏡にどのように映ってるかっていうのをもう一人の人が一緒に見ると。2人で初対面で自己紹介してこんにちはとか言って、その後に鏡を見てるんですよ、2人でその人の顔。そうすると鏡を通さない顔の方がよほど若々しく見えるっていう話になってるんですよ。でも私たちってその自分を客観的に見るってできないですよ、なかなかね、普通に話してる時に。だから私たちは自分の顔を判断するのはいつも鏡になっちゃいます。鏡がほとんどですよね。鏡で私の顔はこうだと、人から見えてるのはこうだと思い込んでるんですけど、実はその鏡の顔って真実のその人を映してるわけではないんです、決して。だから人から見てる自分っていうのは、鏡の中で自分で認識してる顔よりも3歳から5歳ぐらい若いと思ってください。人から見たらそれほどの老け感がなかったりするんですね。ですので鏡を信用しない方がいいですね。私も鏡嫌いなんですよ。鏡をじっと見ていいこと全然ないですから。
お肌のことをすごく思い詰める方に限って鏡をよく見てらっしゃいます。今までの経験上、例えば目の下のたるみ一つにしてもそればっかりを鏡で確認しちゃうんですね。やっぱり年齢を重ねてますので、多少なんていうかな、日々変化もしますし、でもそれをいちいち一日一日毎日確認してたら苦しいばっかりですよね。私が鏡が嫌いになった理由は、高校時代にすごくニキビがたくさん出ました。それで鏡を見るのやめたんです。毎日毎日確認してました。あ、今日もここにニキビができた、今日もここにもニキビができた。そうすると自分ですごく辛くなったんですよ。だからいつかは治るとね、そう思って鏡を見るのを私はその頃からほとんどやめたような気がします。ただし身だしなみをという意味ではちゃんと見ますよ。なんか変なことね、歯に青のりがついてたりしたらいけないんでね。女性だからね、鏡を見るっていうよく言われますよね。家中に鏡を置いたらいいとかね。でもそれは一理あるんですよ。遠目に姿勢のチェックだけはした方がいいですね、鏡で。だから鏡を見るんだったら姿勢のチェックだけでいいと思います。いちいち顔のこのあらを探すことはないですから、こう一個一個チェックしたりとか、こうね、自分の気持ちが落ちることはやめましょう。綺麗、いつでも綺麗、私ってなんて素敵って思うんだったら、それはそれでいいんですよ。それはプラスになってるかもしれないけど、鏡を見て悩むぐらいだったら見ない方がいいです。それよりもちょっと遠目に置いておいて、常に姿勢だけは家の中でもチェックするぐらいでいいと思います。ということで、鏡はね、私はそんな感じで鏡はあんまり見ないです。今日のテーマはね、電車の窓でしたね。あと鏡に映った顔は真実ではないと。本当はもっともっと若くて生き生きしてるんですよということです。もう鏡の顔っていうのはもう能面のような顔ですね。あんまりこう鏡に向かってこうニコニコと笑いかけてっていうことがないですよね。でも人と話す時にはニコニコ笑ったりとか、いろんな表情が出てきますよね。驚いたり、そうなんですかみたいな。そうするともうその表情のこう豊かさだけでその人の魅力がボンと、ね、出て若々しいので、もう鏡に固執ないでください。電車の窓も真実ではないですし、鏡に映った顔があなたの真実ではないと。はい、今日はそんな感じの鏡についてのお話でした。今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。おきゃんママの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら、おきゃんママでした。